主に木工から始めてものを作る仕事をしてきたんですけれども、その延長で自分が住む空間も自分の手で作れないかなと考えていて、建築の再発明みたいなことをしたいなと思っていて、学んだことはいっぱいあるんですけれども、それは自分が自分の手で学んだことではないから、一つ一つ、衣装のことだったり構造のことだったり設備のことだったりっていうことを自分の頭と手で問い直して考え直して建築を設計したい。今後建築にどうやって向き合っていくのかが分かるようになってればいいなと思って進めています。今私たちは、九州のすごい真ん中にある伝統建造物保存地域のちっちゃい町で活動してるんですけど、やっぱりその空間が作る楽しさとか空間建築都市、自然とかももちろんなんですけど、そういうものがなんか人の幸せにつながるっていうのがすごい見えてきていて、なんかそれがもちろんこういう大きい都市っていう場所でも伝わればいいなと思ってます。だから今回の展示場もその実験室みたいな私たちがやりたいことの実験する場所として、ちょっと使わせていただきたいなと思ってます。今回絵を持ってくるわけなんですけど、自分の設計した建物に置いてある絵を持ってくるわけなんですけど、絵ってやっぱり展示されるたびに同じ絵でも違う経験になりますよね。それが自分が一番面白いと思うところというか、同じようにその空間も同じ空間でも状況だったりとか物のレイアウトだったりで全然変わってくると思うので、その絵がうちで飾られている写真を併置してるんですけど、そういうのも見ながらここでまさにその絵を見る、どういうふうに感じるっていうのを楽しんでもらえたらいいのかなと思ってます。昨年人間的な家っていう作品を出させていただいて、連続性っていうものを考えて有機的な家というタイトルの作品を展示します。でやっぱ人間的な家のなんか発展であると同時に対極であり、また原型でもあるみたいな、そういった位置づけで考えてまして、で、自分にとって第二の原風景といえる北軽井沢の大学村という場所の別荘の改修案というのを提案したいと思っています。複数のプロジェクトとそれぞれの目標、一つの方向性をモットーに形成し、時間の推移を示す連なりとして提示したいと考えています。これからの6ヶ月における私の課題は、各プロジェクトで直面した問題を明確に整理し、それらがどのように相互に影響し合ったし、設計思考と決定判断のプロセスを展示として可視化するか、それが現在私に課されて2テーマです。正真正銘オーテンティックなプロセスを見せたいと考えています。各プロジェクトの模型やドローイング CG パースが点在します。それでその梱包箱の模型の収納空間というかスペースは展開すると窓になっていきます。なのでその折板形状の壁とその窓が幾重に折り重なってくる、その中に模型ドローイングが配置される。そうするとプロジェクトごとの共通した思考だったりとか、もしくはアイデアの履歴だったりとか、もっとジャンプした何かが空間的に展示できるなというところがいいなと思っており、そこに観覧者というか来てくださる方が迷い込んでいくというか、そういう楽しい風景を作りたいなと思っています。半芸っていうライフスタイルというかのコンセプトにしているんですけど、反農反 X って言って、農業をちょっとやりながら食べるためにで、その自分のやりたい X を見つけるっていうライフスタイルが、この町ではそれを芸術活動をやりながら半分生計を立ててる人っていうのを見つけて、
なんかそういう田舎ならではの自然の中で芸術活動をすることで生きるっていうライフスタイルみたいなものを少しでもちょっと感じたりとか味わってみたいな、私もやってみたいなとか、そういうものを感じてもらえればいいなというふうに思っています。なんか建築家ってやっぱ建築作るのが建築家だと今でも思ってるんだけど、なんかそうじゃない人たちが結構増えていて、すごい違和感があったんだけど、ちょっと変な意味じゃないんだけど、日本人じゃない人が見てもね、そう見えてるんだってのが面白かった。ほぼそのカーボンとかエコロジーに関してちょっと設計とか新築をやめようのスタンスは今ちょっと流行ってます、特にアメリカと、スイスとフランス。現代の建築家が自分という建築家を自分という人間で勝負するということをなんかちょっと諦めやすいというか、諦めてこういうキャラクターでやっていかなきゃいけないみたいな、そういうミッションを感じる傾向にあるのかなと思って、なんかそれが去年こういう35出させてもらった時に普通になんか自分と向き合うだけでいいんだみたいな思えたというか、今のある時代とか場所の中でやれるとしたらこれかなみたいなことを自分のなんか人生をかけて実験してるみたいなところがあって、それってもともと建築家って職業ってそうじゃないかなっていうか、自分の人生をかけた実験っていう理念というかアイデアを抱えて活動するってすごい日本的だって思うんですよ。なんかその自分のコンセプトをそのまま貫くみたいな、海外で仕事してるそれって全然求められない、誰も聞かないし、不動産やってるのとかまちづくりやってるのも全部やるよねぐらいの、なんかすごい包括的なんですよね。どういう表現をするかっていうことと、このフィールドの確定の仕方っていうのはやっぱりなんか関係してるから、でそのフィールドの確定の仕方がかなり独特な人がやっぱり増えてきていると感じていて、でそれがなぜなのか、どういうことを考えてるのかっていうのはすごく興味ある。自分はいまだに自分の肩書きを建築家って胸を張って言えてないところがあって、それは建築を建ててないからなんですけど、いわゆる新築の建築をだからあんまりなんていうか議論として共有できるものを持ってこられなかったし、定められなかったっていう反省点があって、でその時に平田さんから、打ち上げの席でそんなにモヤモヤしてるんだったら今自分が考えていることと真逆のプロセスで考えてみたらっていうことを言われて、そこで議論するためには何かしらのマニフェストを立てて、それについて議論するっていう形にしないと議論にならないっていう反省が前回ありましたので、議論するためにもう一回来たっていう感じですね。建築っていうのはこの実物ももちろん建築なんですけれども、そこにクエスチョンがつく。建築には何でこういうのができたのかとか、どうしてこういうものが現れたのかとか、どうやって建ってるのかとか、これがどういうふうに活用できるのかとか。ですからここには実際の建築っていうことをプラスその建築を考える種がたくさんこの会場には詰まっていると思います。市民として建築を考えていく、そういうふうな動きが確かに広がっている今年の U35 だと思います。